こんにちは、カンナです。カナダに来て1ヶ月半が経って引っ越しも終えた今、ついに念願だった炊飯器を手に入れました。イエーイ。これがもうめちゃくちゃ嬉しくって、こっちに来てから日本では当たり前だったことが一つ一つありがたいことに変わっていくのを感じる毎日です。生活を徐々に整えていく中で、最近自分の中で気づきやちょっとした後悔みたいなものがあったりもしたので、それについて今日は話していこうかなと思います。その前にまず炊飯器をどうやって手に入れたかの話をさせてください。カナダに限らず海外生活を考えている人に広く役立てることかなと思ったのでお話しします。今回私が炊飯器を見つけたのは Facebook のマーケットプレイスでした。アプリ開いたら下のタブに出てくるやつです。ちなみに家探しもここでできたりします。メルカリみたいな個人間の取引の場所なんですけど、メルカリと違うなと思うのは、マーケットプレイスはあくまでも物を売りたい人と買いたい人をつなげる役割をしてくれるだけで、支払いのやり取りとか受け渡しなどは個人間で全部やる必要があります。メルカリみたいにいろいろとシステムが整っているわけではないし、出品自体はいっぱいあるけど、それがまだ残っているものなのかどうかもわからないっていう感じなので、良さげな出品があればひたすらメッセージを送っていくことになります。返事は来ないことの方が多かったですね。あと基本的には現金での支払いで、出品者の指定する場所まで直接取りに行くっていうことが多いみたいで、その手間もあります。当たり前だけどやり取りは全部英語ですし、日本で買い物するのと比べてやっぱりハードルはどうしても感じてしまう部分もあるかなと思います。外国の街を歩いているといろんな文化が混ざってて刺激的で楽しい。でもその分物やサービスも自分で選ぶ力が問われるなって思います。例えばスーパーでも日本みたいにとりあえずこれ買っとけば OK みたいなものはないし、一つ一つの動作が選択の連続だなって感じています。安いのか高いのか必要かどうか、いちいちちょっと頭をひねらして自分に問いかけ続けている感じです。これも含めて留学生活の一部なんだなって最近気づきました。そんな日々の中でやっと炊飯器をゲットできまして、ずっとレンチンでご飯を炊いてたんですけど、毎回1合ずつしか炊けなかったり、チンするまでに5時間以上水に浸してないと美味しく炊けなかったり、毎日何も考えずに食べたいのにそれができないから、もう地味にストレスでした。なので炊飯器が手に入ったことで、やっと落ち着けるって心が穏やかになりましたね。Oh, thanks so much. しゃもじ。Oh, this week Japanese. Wow, really? I have only coins. Thanks so much. Yeah, have a nice day. めっちゃいいやつゲットした。たった10ドルでこんなパナソニック製の、そうなんかいろいろ機能ついてて1000円でこれ手に入れた。めっちゃラッキーや。しゃもじと計量するやつもついてさ、めちゃくちゃ気持ちの良い取引ができました。嬉しい。じゃじゃーん、お家に帰ってきました。開けてみようと思います。まずこれね、しゃもじと計量パック。あ、説明書入ってた。日本語だけがない日本メーカーだけで日本で売ってるもんじゃないからね。これ何時間後何分後に炊くっていう設定ね。日本のやつみたいに何時に炊くじゃなくて、何時間後に出来上がるみたいなのができるみたいです。ちゃんと袋に入って買った時のまま置いててくれたかな。じゃじゃーん、綺麗かも。もちろん新品とは違う、その中古っていうのは分かるけど全然綺麗。中見ると使ってたんやなっていうのが分かるね。ちょっと傷がいってて、でも十分じゃないですか。4合まで炊ける。良い。ほう普通。
おいしい。米柔らかい。柔らかいね。うん。硬さは全然やっぱない。今までと全然違う。ちょっとブニッと感はあるけど、米粒が一個一個立ってるっていう感じはない。ちょっとこう米同士くにゃってくっついてる感じはするけど、まあレンチンのやつよりはうん。確実にちゃんとできるから。やっぱレンチンのやつが高かったよそう。保温ができるからすぐに、やっぱちょっと乾燥しちゃう、表面が。でちょっと後悔したことのお話なんですけど、後悔っていうと大げさなんですけど、これちょっとミスったなと思ったことがいくつかあったんですよね。3つありますが、1つ目はリスニングをもっと鍛えておくべきでした。もう授業がスピード感ありすぎて全然聞き取れなくって、英語の文法とか単語はある程度知ってるつもりでも音として聞こえないと本当に話が入ってこないんだなと痛感しました。最初は先生の言ってることが3割ぐらいしかわからなくて、1ヶ月半経った今ようやく半分以上わかるようになってきて、授業に行くことへの精神的なハードルっていうのが下がりました。2つ目は時差ボケを舐めすぎてたことです。3日もあれば治るかなと思ってたのに、実際は1週間ぐらいまともに寝れなかったんですよね。最初1週間は授業中完全に頭ぼーっとしてて、もうなんなら朝まで一睡もできなくて、4日目にして授業を休んでしまったりもしました。語学学校入学前にもうちょっと早く現地入りしておけばよかったなと思います。3つ目はビザの選択をもっと慎重にすべきだったかなということです。語学学校通ってる6ヶ月間はこっちで働くことはないかなと思ってたけど、でももし何かのきっかけで働きたくなったらと思って一応ワーホリビザにしたんですね。でも学生ビザからワーホリビザに現地で切り替えるとかも全然できるみたいで、ワーホリはどうしても期限があるし、もしカナダにもっと長くいたいなって思った時に現地で働かないのにワーホリを無駄に消化してしまったなと感じてしまうだろうなと気づいたんですよね。私どうにでもなるやる精神が強くて、結構ノリで決めてしまうことが多いので、今回もそんな感じでワーホリビザにしたんですけど、事前にもっと比較して考えてればもうちょっと可能性広がったかもしれないなと思ってます。海外生活ってこういう地味なストレスが日々結構あって、それとどう付き合っていけるかで楽しめるかどうかが決まってくるんじゃないかななんて思ったりもしました。私は今不炊飯器でお米が炊けるだけで毎日嬉しいんですよね。そういう日本では当たり前すぎて見逃している小さい幸せに気づかせてくれるのも海外にいるからだなと思います。これからも何か特別なことが起きるわけじゃない日常をちゃんと大事にしていきたいななんて思ってます。そんな感じでカナダ留学2ヶ月目の私が考えていることでした。これからもカナダ生活のリアルを発信していこうと思うので、どこのチャンネルだったか忘れてしまわないようにチャンネル登録しておいてくださると嬉しいです。コメントや高評価がとっても励みになります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。